新しい薬を一つ世に送り出す。これってどれだけ大変な挑戦か、想像したことはありますか？今日はですね、そのとてつもなく高いハードルを乗り越えるためのある画期的なツールについてじっくり解説していきたいと思います。そもそも、なぜ一つの薬が私たちの手元に届くまでにあんなに莫大な時間とお金がかかるんでしょうか。その裏側にある根本的な課題にまずは迫っていきましょう。その答えはもうこの数字に集約されてるんですよね。最初にこれはいけるかもって思われた1万個の化合物のうち、最終的に国の承認を得て薬になるのってたったの一つなんです。これものすごい失敗率だと思いませんか？というわけで最初のセクション、創薬という壮大なギャンブルです。じゃあなんでこんなに多くの候補が途中で消えていってしまうのか。実はですね、すごく有望に見えた化合物が開発プロセスのかなり後になってから思わぬ問題でダメになっちゃうってケースがものすごく多いんですよ。その失敗の主な原因っていうのが大きく分けて2つ。1つは薬が体の中でうまく吸収されない吸収不良。そしてもう1つが開発の後半になってから判明する毒性です。これらが分かった時点ではもう手遅れで、それまでに費やした時間もお金も全部水の泡になってしまうわけです。さて、セクション2、デジタルな目利きツールです。この大きな問題を解決するために現れたのが今日の主役ですね。いわばデジタルの専門家。スタート地点でこれは筋がいいぞっていう優秀な候補を見抜く目利きの役割を果たしてくれる本当に画期的なツールなんです。その名も FAF ドラッグス4。パリ大学の研究者たちが開発したなんと誰でも無料で使えるウェブツールでして、これが創薬の常識を根底から変えようとしているんですね。じゃあ FAF ドラッグス4は何を予測してくれるのかというと、この ADME トクスっていうものすごく重要な概念なんです。これは簡単に言うと、薬が体の中でどう動いてどう作用して、そしてどんなリスクがあるのかっていうのを全部ひっくるめたものですね。この ADME トクス、もう少し詳しく見てみましょうか。まず A が吸収、D が分布、M が代謝、E が排泄。これは薬が体内を旅する一連のプロセスです。で、最後のトクスが毒性ですね。FAF ドラッグス4のすごいところは、これら全部を実際の実験の前に、つまり超初期段階でシミュレーションしてくれるってことなんです。さあ、セクション3、偽物とリスクを見抜くテクノロジー。では、このツール、具体的にどうやって機能するんでしょうか。鍵となるのは、その圧倒的なスピードと、ものすごく精密なフィルタリング能力です。いや、まず驚くのはそのスピードですよ。この比較を見てもらえれば、もう一目瞭然ですよね。今までだったら数日かかっていたような膨大な数の化合物の解析が FAF ドラッグス4を使えばたったの数時間で終わってしまうんです。この速さの秘密は Python っていうプログラミング言語を使った並列処理技術にあります。複数の計算を同時に走らせることで昔のツールより4倍以上も速くなったんです。これによって研究のサイクルが劇的に加速するわけですね。しかもこのツールはただ速いだけじゃありません。すごく厄介な存在を見抜いてくれるんです。それがこのペーンズと呼ばれるもの。こいつらは実験結果をめちゃくちゃにして研究者を惑わすいわば偽物の分子なんです。FAF ドラッグス4はこの強力な2段階のフィルタリングを行います。まずさっきの偽物であるペインズをきれいに取り除く。そして次に毒性のリスクがありそうな構造を検出する。この2ステップで質の悪い候補を早い段階でしかも確実に弾くことができるんです。で、このフィルタリングの精度がまた驚きでして、データベースにはなんと515種類ものペーンズのパターンと137種類の構造的な危険信号が登録されてるんですよ。これらに基づいて徹底的に自動でチェックしてくれるんです。セクション4は薬らしさのスコアリング。でもこのツールの本当にすごいところは、ただフィルタリングするだけじゃないんです。客観的な数値で候補を評価するもっと洗練された機能について見ていきましょう。その評価の基礎になっているのがこのリピンスキーの法則。これは良い薬に共通する物理的な特徴をまとめた創薬の世界ではすごく有名なルールですね。これまでのツールっていわば合格か不合格かの2択だったんです。でも FAF ドラッグス4は FAF-QED っていうもっと洗練された評価システムを導入しました。これによって候補の薬らしさを
0から1の間のすごく細かいスコアで評価できるようになったんです。並外れた候補とかろうじて基準をパスした候補と区別できる。これが何を意味するかっていうと、つまり最高の候補に優先順位をつけられるってことです。限られたリソースの中で一番成功確率の高いものに集中投資できる。これは大きいですよね。さあ最後のセクションです。誰もが手にできる創薬の未来。このツールが研究の世界にどれだけのインパクトを与えて、そしてどれだけ身近なものになったか見ていきましょう。要点をまとめるとこんな感じです。とにかく早い処理能力、質の高い候補を選び出す力、客観的なスコアリング、そして何よりもこれが無料で誰でも使えるっていう点です。これによって大学や小さな研究所でも大企業と同じ土俵で戦えるようになる。まさに高度な計算価格がみんなの手に渡った瞬間なんですよ。それだけじゃないんです。フィルターエディターとかバンククリーナーみたいな機能を使えば、それぞれの研究プロジェクトに合わせてフィルタリングのルールを自由に変えることもできる。まさに現場の研究者のためのかゆいところに手が届くツールってわけです。今後は AI との統合なんかも期待されています。FF ドラッグス4のようなツールが進化を続けることで、安全な新薬がもっと早く、もっと安く患者さんの元へ届く未来がもうすぐそこまで来ています。このスマートな創薬の進化、一体どこまで僕たちを連れて行ってくれるんでしょうか。楽しみですね。